ブロポタ TV へようこそ。今回はブロンプトンと一緒に吉野川の流域を走りながら春のポタリングシーズンを楽しんでいきます。手前に引いてもらえれば、はい、そうです。その下の、それです。いや、手前のやつです。はい。はい、OK です。気持ちいいですね。めっちゃ気持ちいい。いいお天気で。やっと春。ね、やっと春。今日も服装どっちがいいんだろう。今日多分ね、少し汗ばむくらいになるかもしれないですよ。お昼あったかい予報だから。お、なんかもらった？あ、いいね、スタンプカードもらった。いいね。ポンポン。はい。よし。3番出発進行。吉野川は綺麗に見えますね。吉野川。電車面白いな。汽車やけどな。ご乗車ありがとうございました。まもなく相模津です。右側です。開くドアにご注意ください。お利口さんだ。さあ、佐多別駅に到着しました。どうぞどうぞ、ここゆっくりね、踏切渡って入っていただきましたよ。はどうぞ。
北室医院って言ってね、昔の病院です。木造の建築でね、今も綺麗に保存されていて、どうぞどうぞ。さあ、青木家住宅到着です。あ、こんにちは。今日はよろしくお願いします。さあ、藍染めの青木家住宅に到着しました。はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。見ます地域おこし協力隊の井上です。坂口です。よろしくお願いします。じゃあ一度中にどうぞ。はい、じゃあちょっとこちらご案内していただきましょう。すごい立派なお屋敷ですね。そうですね。足の母屋の方から塀から全部登録文化財になってます。あー、すごい。築どれぐらいのこれお屋敷なんですか？大正4年なんで何もう100年以上ですね、大正。ねえ。ここでじゃあいろいろと今藍染めの体験とかができるわけですね。はい、じゃあちょっと中ご案内していただきましょ20年ぐらい前に改修して藍染めができる施設が。へえ、これすごいですね。地面に。そうです。大谷焼きの亀を埋めて。ね、大谷焼きの亀が地面に。へえ。今はちょっとね、夏場はこの亀の中で藍染め、藍の液立ててるんですけど、はい。まあ暖かくなってきましたけど、冬なんで、ちょっと土の中から出して、タンクの中で液立ててます。なるほどなるほど。はい。おお。綺麗な藍の花が咲いてますね。藍の花をさっきおっしゃってましたけど、藍の花って言われているものです。これが濃いと藍がすごく元気な証拠です。藍もこう生きてるんですね。生きてます。発酵を使って染め物をするので、金の力で染め物をしてるんですよ。こちら藍のお茶ですか？はい。へえ。あ、すごい。藍でお茶が出るんですね。葉っぱだけです。葉っぱだけです。はい。藍の香りだ。お味は？藍の香りがするっておっしゃる方多いですよ。
この洗浄液の中の臭い匂いを除いた匂いがへえ。お茶からする。これが藍の葉っぱですね。青い。わあ、確かに干されるともう本当に藍色のそうですそうです。色素が出てるんですね、こうやって。でタデ科のタデ藍っていう植物になります。これ見てもらえるとよくわかる。これドライにしたもの。こっちが普通の犬タデですね。こっちがタデ藍です。へえ。違いが葉っぱの色の違いがよくわかると。やっぱり緑のやつは全然藍の色は出ない。そうじゃあもう全然出ないです。あ、なるほどね。この同じタデ科でもこうやって色が違うんだ。そうなんですそうなんです。そのインディゴの元が入っている証拠ですね。インディガンってやつですね。そうです、インディガンってやつです。さあ、では私も藍のお茶を飲んでみようと思います。はい、愛のお茶ですね。これすごく美味しい。ベサリーさん、藍のお茶飲むの初めてですか？初めてもちろん。どこで飲むことができますか？ここで。いや、僕も初めてですね、お茶。どんな感じですか？なんか甘くて砂糖入れてないんですかね。あ、全然甘いんですね。砂糖入ってないと思うんですけどね。ねえ。そのままの味聞きたい、気になる。美味しい。とっても。紅茶でも緑茶でもない味。ねえ、藍のお茶。ハーブティーですね。ハーブティー。完全に美味しい。ありがとうございます。すごく美味しい。買いたいです。サラミつかんなかったら。後で寄りますよ。藍のお茶はさっきベサリーさんすごい甘いって言ってたんですけど、もちろんお砂糖入ってないですよね。入ってないです。自然の甘みなんですか？自然の甘みですね。藍って染め物のイメージだけど、お茶もすごい美味しいんですね。もともと漢方薬として栽培されてたものを染めに使ってたっていう歴史があるんですよ。あ、むしろじゃあお茶というか漢方の方が先。体に入れる方が先。すくもっていう感じは徳島発祥なんですよね。徳島発祥。草冠に染める助大生。あ、そうですよね。そこに貼ってます。そう。これ鹿の骨って染まるんですね。染まるんです。人間の爪が染まるのと同じですね。あ、なるほどなるほど。動物性のタンパク質だから、染まるわけなんですね。染まるんです。大正4年に建てられました木は沖住宅と言います。国登録の有形文化財になってます。中の方も入れるので、もしよければどうぞ。あ、じゃあちょっと中も見学させていただきましょう。すごい中も広いですね。9万ある畳の部屋全部つながっているの。うわ、すごい初期の頃のテレビが。ちょっとここの針の上の方も見させてもらいましょうか。立派なお屋敷ですから屋根裏もしっかりしてますね。昔のかまどもありますね。こっちの上は生葉染めです。こっちは藍染めですけど、これもう藍の葉っぱ取ってきてジュースにしてぐしゃーってするだけで、ウールなんでウール 100% 染まります。そしてもこれ自分で染められたんですか？そうです。こっちは普通の藍染めです。かっこいい。ありがとうございます。対案に始めることが決まりではないけど昔からされてて、っていうのも天候不良だったりすると育たなかったり、刈り取りの前に台風が来ちゃうともう何もゼロの状態に戻ってしまったりするので、神様にお願い事しながら育ててたっていうのがあるので、大安の日に種まきもします。で、今日3月12日大安なので、午後からちょっと私たちも畑の種まきをするんですけど、種がいっぱい用意してあるので、もしお家で育てたいという方がいらっしゃったら持って帰ってください。お、素敵なプレゼント。よいしょ。これ去年の秋に取った種なんですけど、だいたいこの一房
しあればプランター1個ぐらいは育つので、もう育てたいだけ取っていっていただいて、この袋に入れて持って帰ってください。お、すごい。あ、ありがとうございます。セルフで種を収穫させていただいて。育つとこんな感じ。これ畑です。こんな感じの。へえ。ちょっと種の苗の写真がないですけど、こんな感じでこうちょうどじゃあ今ぐらいの3月の時期に植えると、はい7月に収穫ぐらいだからそうです4ヶ月くらいですか。そうですね、そうです。へーでこれだと6月ぐらいでもっともーって大きくなるので、ちなみにこんな花が咲きます。すごく綺麗。そう可愛らしい。だから花まで楽しんでもらえるので、へえ。いいと思う。赤い花なんですね、愛の花赤って。と白とあるんですが、今回持ってってもらってるのは赤の種ですね。赤と白の種でなんかまた色の出方違ったりとかってあるんですか？そうですね。プロが見ると違うと思います。へえ。まあでもパッと見じゃあんま変わらんっていう。そうですねへーということで赤の綺麗な花の咲く種をいただきました。皆さんいただきましたか？ありがとうございます。で柄がついてる状態なんで、指の腹でこすってあげると中からちょっと黒いツヤツヤした粒が出てきます。黒いツヤツヤした粒にした状態で種まいてあげると発芽率上がるので、へえ。それをここにここに入れるとどうなる？種を温める感じですか？温める感じですね。とどうなるか。これでもスズメとかが狙うっていうことは栄養価もあって美味しいってことですよね、種って。愛の種ってどうなるんだろう。おするとこのポップコーンみたいな状態に。香りもすごい香ばしい。そうなんです。へえ。すごい。愛の種ポップコーン。いい匂いね。これ皆さんちょっと活用してください。へえ。いい香り。味も美味しい。けどスズメが狙うだけあるな。じゃあちょっと私一粒もらってみよう。自己責任で。そうそう。よいしょ。はい。これちっちゃいですけど、これねポップコーンですね。コーンじゃないか。ポップインディゴ。ポップインディゴ。ポップインディゴいいね。どう？お腹痛くなって。香ばしい。香ばしいですね。へえ。いいね。でもね、なんか、商品化してるところもあるみたいです。愛のポップコーンではなくてなんだっけ？ポップインディゴこポップインディゴチョコに入れてるところが。ああ、なるほどね。ちょっとパフみたいな感じで。去年は1単やったんですけど、今年はもう半分に減らすことにしました。というのもやっぱり1番狩り、2番狩り、3番狩りまでできるので、なるべく小さい面積で質を上げていこうかなということで、この耕してある1枚だけ。日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。